皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。本日は Photoshop 編第3回目で、前回は Photoshop で野生動物を倒したわけですが、その時に使った技を今回の動画では具体的にお話ししていきます。画像の切り抜き。こちらはベースの画像から切り抜きたい箇所を選択して切り出す技です。いろいろなやり方があるのですが、まずは画像データを必ずスマートオブジェクトにしましょう。これをしないと切り抜いた画像が荒れたり、加工前の状態に戻れなくなるので、絶対にやっておいた方がいいです。ゲームで言うとセーブポイントなので、必ずセーブするようにしましょう。スマートオブジェクト化ができた後は、選択範囲から選択とマスクを選択していただくと、このような画面が表示されます。まず表示ウィンドウをオーバーレイに選択。左のツールバーのクイック選択をクリックしていただき、赤い箇所が切り抜かれるので、ドラッグで大枠の切り抜きたい箇所をなぞると、赤い箇所がどんどんなくなっていきます。はみ出したらオプションキーを押しながら再度なぞると、消したい箇所を再選択することができます。次に髪の毛や境界線などのキワキワな箇所がまだ選択しきれていないので、左のツールバーの境界線調整ブラシツールを選択して再度境界線を少しずつなぞっていきます。一気に境界線調整ブラシでなぞると切り抜いてほしくない箇所まで塗ってしまったり、最初から境界線調整ブラシを使うとそもそも選択できないので、クリック選択ツールでざっくり赤いところを消して、境界線調整ブラシツールで細かく赤いところを消していくようにしましょう。最後に出力設定のプルダウンメニューからレイヤーマスクを選択して OK を押すと、元の画像の画質を保ったまま切り抜きが完了します。レイヤーの描画モード。こちらは以前の動画で Photoshop のレイヤー概念についてお話をしたのですが、その中でもこのレイヤーウィンドウの描画モードをうまく使うと、切り抜きをしなくても色の強弱をはっきりさせることができるので、調整レイヤーを制作しなくても同じ画像を重ねることで質感を調整することができます。レイヤーを一番最初に作成すると、レイヤーの描画モードは通常になっています。元の明るさによってはレイヤーの描画モードを変えても全く変化がないことがあるので、明るい画像の場合と暗い画像の場合で使う描画モードを変えたものを作ってみました。それがこちらです。暗い箇所にだけ色味をつけたいときや、画像の光っているところにだけ色味をつけたいときによく使える機能なので覚えておきましょう。調整レイヤー。こちらも前の動画で一度お話ししましたが、仮想のレイヤーに対して明るさを調整したり、色のコントラストを調整したり、色味自体を変えることができる機能です。レイヤーウィンドウをオプションを押しながらクリックでクリッピングマスクもできるので、そのレイヤーだけダイレクトに調整したい場合はこちらを使ってください。あと、自分が学生の時に色味を超絶自由に変えられるトーンカーブが好きで多用していたのですが、実際に働き始めてトーンカーブだと細かい調整ができないので、今はレベル補正を多く使っています。フィルターナビゲーション。こちらは本当に Photoshop のマリアナ海溝的なところで、自分も先輩デザイナーの方もおそらく全ての機能を 100% 理解していないのではというくらい奥深いところです。ただとはいえ、利用目的ごとにどの機能を使えば自分が作りたいクリエイティブを作れるかというのはある程度決まっているので、どのようなクリエイティブを目指しているかが明確にあるのであれば、その手順ごとにやっていくといいと思います。例えば直近のバトルでいうと、ライオンの肌をきれいにしたいときは、ツールウィンドウから今回はスポイト修復ブラシで眉間のシワがない周りの毛を合成してから、フィルターナビゲーションのぼかしからぼかしガウスを選択して肌全体のシワを消しつつ、
ハイパスのレイヤーを描画モードに変えることによって肌の質感を保つということをしました。一応人間の肌にも使えるレタッチ術なので覚えておくといいと思います。最終奥義、ググる。こちらは最終奥義というか、Photoshop の画像加工のやり方は無限にあります。ただその中でもいかに効率化できるかということが重要になってくるのと、さまざまなデザイナーの方が日々 Photoshop の使い方のアウトプットを Web で発信しているので、限られた素材の中で表現したい方法があるのであれば、ぜひ自分で Web 検索をしてやり方を見つけるようにしてください。次回からはバナー編突入でクリエイティブに大事な訴求軸についてお話ししていこうと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ。